移住者の源氏が山を買い取ったことにより、江ノ倉島はさらに開拓されていった。今度は源氏が住む家と、源氏が住んでいた島の住民たちを移住させるための家をいくつか作ってほしいとのこと。江ノ倉島にとって住民が増えることは大変喜ばしいことであり、土地もすでに源氏が所有しているため、すぐに取り掛かることになった。果たして今回はどんな開拓物語になるのだろうか。こんにちは、もずくです。今回の動画は江ノ倉島の島繰りを進めていきます。そして実はなんですけど、今いる忍者屋敷のエリアを隣のエリアに移しました。エリアを移すって多分動画上では初めてだと思うんですけど、今後作りたいエリアを考えた時に綺麗に収まりそうになかったので、そのまま横にずらした位置に移動させました。で、前にも2マス分くらいずらしたので、チョロ吉と黒兵衛のお家の後ろに階段も設置してみました。ということで今回は忍者屋敷とネズミの里の間と今回のエリアと町屋通りのつなぎ目を埋めていきます。それではどうぞ。まずはエリアのつなぎ目から埋めていきます。広くないのでそんなに凝ったエリア作りができなさそうかなっていうのと、気づけば和風島あるあるであろう竹やぶとか古道とか、そういう自然な道があるエリアを作っていなかったので、ここは山という設定でつなぎ目を埋めていこうと思います。なのでこの場所にはもう少し山らしくなってもらいたいので、3段目を作って高さを出していきます。狭い分なるべく木を植えられる場所を作りたいので、崖はギリギリまで作ります。そして山を登ったり降りたりできるように、崖の後ろ側と手前にナチュラルなスロープを設置しておきます。もともと町屋の方は一つ坂を設置してあったので、連続した坂になりました。もうね、大好きです。こういう連続した坂とか階段、一生降りたり登ったりしたくなります。で、歩いてみるとこんな感じです。全然しんどくない山ですけど、エリアのつなぎ目に使うにはちょうどいいかなと思います。ちなみにこっち側から見るとこんな感じです。降りるときに自分の姿が見えなくなるようにあえて設置してみました。こういうのもね、大好物です。では次は空いたところに低木や麦畑を植えつつ滝を作っていきます。大きな湖が隣にあるので、せっかくならつなげたいなと思ったのと、崖をギリギリまで作ったので自然になじませるために滝を作ることにしました。はい、ということでこんな感じです。ほぼ縦に直線っていうこともあって、ブツッとはっきり分かりすぎてたんですけど、滝がいい感じになじませてくれたかなと思います。では次は道を敷きます。山道なので獣道タイプの前出座を選びました。なるべくグネグネさせたいんですけど、左側に木を植えなきゃなので考えながら敷いていきます。はい、全体はこんな感じになりました。では道に沿って植物を植えていきます。木を植えられないところは低木、雑草、麦畑を植えて、ところどころ石の前デザインも仕込ませていきます。で、松も混ぜて木を植えられない崖の端っこにも葉っぱが来るようにしていきます。なんとなくこういう狭い場所に木を植えるときは、より木のサイズ感を意識して植えていくと、植えられる本数が少なくても満足感のあるエリアになるかなと思います。
はい、ということでこれでエリアのつなぎ目は完成です。次は今回のメインエリアを作っていきます。イメージはこんな感じです。今島民代表とサブ住民を合わせて5軒立っているんですけど、スリーピー島で初めて8人作った時の夢見が人がたくさん歩いててめちゃくちゃ良かったので、江ノ黒島もあと3軒建てようということで、今回のエリアで現地の家と合わせて1軒使うことにしました。テーマはシンプルに人が住む街です。意外に人気がたくさんありそうな場所をそんなに作れてなかったので作ってみることにしました。ということでまずは道を作っていきます。道は3マス幅で作るんですけど、道の上ってそんなに家具を置けなくてのっぺりとしてしまいがちなので、落ち葉がついた情報量がしっかりある道に加えて真ん中に石のタイルの前デザインも敷いていきます。変化を出すために途中で道の向きも変えていきます。歩くとこんな感じになりました。坂を降りたところの空間が広く空いているので、次はこの空間を埋めていきます。道の向きを変えた理由が欲しいので、ここは建物を作ります。手前の西部の街並みにくっつくように崖で2階建てになる部分を作ります。その後隙間に砂利の前デザインを敷いて、その上に西部の街並みを置いていきます。でさらに崖の上にも石のタイルの前デザインを敷いて、西部の街並みと河原の前デザインを貼った屋台を置いていきます。で一応屋台の上に小物を飾っているんですけど、この向きだと何にも見えないです。屋台の上は後で紹介するとして、1階部分は木の板の前デザインを敷いた後、東屋を2つくっつけます。そうするとこんな感じになりました。東屋が建物の入り口っぽくなったのと、ちゃんと道の向きが変わる理由付けもできたかなと思います。で屋台の上は一応ベランダっぽい扱いなので、外に置いてあっても違和感なさそうな小物たちを飾ってます。では建物の位置が決まったので、建物に沿うように道を敷いていきます。今回のエリアは街なので、道以外のところは草地ではなくしっかり砂利の前デザインで埋めていきます。はい、全体はこんな感じです。そろそろ建物を移設したいので、階段の前デザインを敷いて建物を移設する目安をつけていきます。では移設します。はい、こんな感じになりました。密集している感じにしたかったので、あえて重なるように配置してます。一応民家予定なので、外観はオーソドックスな組み合わせにしてみました。でここからさらに建物を増やしていきます。今背景が見えているところは全て建物で埋めたいので、まず現地の家の横から建物を作っていきます。横の建物も現地のお家とつながっているという設定なのと、さらに現地はオーベル持ち設定なので、2階部分になる崖は奥行きを感じすぎるぐらい大きく作っていきます。で建物前はしっかり砂利で埋めて、その上に西部の街並み、さらに窓の前デザインを貼ったシンプルなパネルと、入り口にのれんっぽくカーテンのパーテーションを並べます。で気になる隙間はしっかり物置で埋めて、次は2階を作っていきます。床は木の板で作っていき、
あえて一番手前を開けた状態で西部の街並みと屋台を並べます。でこの建物はカメラポイントから見た時に映えるように東屋で屋根を作ります。その後続けて砂利の前デザインを敷いて建物の1階部分を西部の街並みで囲っていきます。でベランダに出られるようにしておきたかったのではしごも設置しておきました。次はサブ住民のお家の周りに苔の石畳を敷いていきます。で一部木を植えたいので隙間から草が見えないように土を敷いてその上に苔の石畳を重ねます。でお家の周りはどんどん苔の石畳で囲っていきます。その後また西部の街並みで垣肌を隠して東屋を横から見た時の空間をなるべく隠すためにお城の塔を置きます。でお家自体はオーベル町のお家ということにしたいので立派に見えるようにお庭部分を柵で囲っていきます。はい、遠くから見るとこんな感じになりました。ではまたさらにサブ住民のお家の横に建物を作っていきます。まず隙間に砂利を敷いて西部の街並みと屋台、東屋を屋根として建物を作ります。で今回も隙間は物置で埋めます。で後ろは中途半端なマスになっているのでシンプルなパネルで埋めておきます。で今作った建物の前にも種類の違う建物があってもいいかなと思ったので床の間と階段ダンスを使って小さな建物を作ってみました。はい、全体はこんな感じです。どうでしょうか。サブ住民と現地のお家だけじゃなくて周りにたくさん建物を作ったので現地の島に住んでた住民たちも移住できそうかなと思います。で今手前にしか木が植わってないんですけど背景にもあってもいいかなと思ったのでこの画角の右上ら辺に木を植えていきます。まず建物で木が隠れないように崖を作ってその上に木以外の低木や麦畑などの植物と石の間デザインも敷いていきます。それからお家に少しかぶる位置に五重の塔を置いてまたさらにお家を立派に見せます。はい、こんな感じになりました。小物とか飾り付けをまだしてないんですけど建物を密集させて無駄な隙間をなくしたことでベースだけでもすごく満足感のある作りになっているかなと思います。では大きめの家具を置いていきます。まず左の建物の入り口として東屋を置いてその後手前側に個室トイレを小屋として使って埋めていきます。そしてこちら流しそうめんを小屋と石獅子にくっつけて綺麗な水が汲める場所を作ってみました。超お気に入りです。ぜひ和風しまくりで余ったスペースとかに使ってみてください。ではここからどんどん飾り付けをしていきます。現地の家の前に生活感が見える物干し竿と敷地内に獅子おどしそして町の案内看板を置きます。町の端っこには竹の籠、樽、そして一段下に階段ダンスを置いて上り下りできるように見立てます。そして建物横はしっかりと麦畑や低木で埋めていきます。次は2階に家具を飾ります。亀と洗濯桶、木箱、薪、お香で飾り付けをしました。一旦全体はこんな感じです。
生活感も感じられる家具が増えて街が賑やかになってきたかなと思います。では次はこの画角の右側を飾っていきます。手前の家具は食材が買えるお店にしようかなと思うので、テーブルの上に米袋に見立てた積まれた袋、それと全然見えないんですけど千枚漬けの樽を並べます。斜めから見るとこんな感じです。次は道の上に人を運ぶカゴ的な感じで幌馬車、柵の前にあんどん、そしてお家の敷地内に獅子おどしと物干し竿、盆栽棚を飾ります。次は一番右の建物を飾っていきます。この建物は魚屋さんにしようかなと思うので、うなぎが入ってそうな亀とバケツ、まな板の上の鯉に木箱と干物、お店の旗を飾ります。そして魚屋さんの隣に隙間があるので、小石の前デザインで細道を作ります。で、崖の横に休憩できるベンチと木箱で空間を埋めておきました。はい、全体はこんな感じです。お店も作ったからか活気のある街になりました。ではここからは仕上げをしていきます。前デザインに合わせてところどころ落ち葉を置いて、湖と海が近いのでデコイも生息させておきます。はい、これでこの街は完成です。はい、終わりかと思ったかもですけど、まだあります。この街の後ろは常吉ビーチがある場所なので、それも活かして余ったスペースを埋めていきます。まず細道を忍者屋敷の方向とその反対側に伸ばして T 字路を作ります。そして残っている草地は砂利の前デザインで埋めていきます。常吉のビーチと T 字路の突き当たりは石を敷いておきました。歩くとこんな感じです。で、左端は隣のエリアとなじませるために建物を作ろうと思うので、前デザインを変えて敷いて、1段目と2段目がつながるように床の間とお城の塔で建物を作りました。で、さらに床の間の中が見えているところに階段ダンスを置いて、建物の中にも手前の屋上にも登れるように見立てておきました。次は崖の端に崖の端に竹垣の柵を並べていきます。 T 字路のところは鳥居と石のスツール、カサブランカで変化を出して忍者屋敷の方まで柵を並べていきます。はい、全体はこんな感じです。建物裏を生かしたクリエイトが結構好きなんですけど、常吉ビーチとも相まってめっちゃいい感じの組み合わせになりました。ではここから仕上げをしていきます。まず建物裏に常吉の船から運ばれてきた物資を運ぶための幌馬車を並べます。で、石の上に松を置けそうだったので置いて鳥居から覗かせます。次は屋上を飾り付けていきます。下にも階段があると思うんですけど、階段がいくつか画角に映る時にそれぞれの階段が別の方向に向いている作りがめっちゃくちゃ好きなので、屋上にも階段を作ってみました。あと洗濯がよく乾きそうなので物干し竿3つとスクエアなバスタブを水を溜めている場所に見立てて、屋上の端っこに竹の車止めを並べます。で、上り下りできるようにしておきたかったので1箇所だけ地面を変えておきました。あとは和風のクッションにも見えるモロッコブフを置いて屋上は完成です。最後は流しそうめんと千枚漬けの樽、
ビーチの入り口に看板と樽、さらにビーチにあんどんを一つ置いたら、これで今回の島栗は完成です。いかがでしたでしょうか。今回は活気ある街を作ってみました。これで残りはおそらく2エリアぐらいと、あとは余ったスペースがいくつかあるといった感じで、島自体は完成になるかなと思います。まだお家のレイアウトも残っているので、引き続き完成次第載せていきますので、また見ていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。